はい、魚座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのダーラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は3月前半のタロットリーディングをさせていただきます。3月はかなり星が動きますので、この占星術の星の解説は別動画でさせていただきました。ぜひまだご覧になってない方はぜひそちらご覧になって、こういう動きなんだなって分かった上でこの魚座さんの動画見ていただけるとより一層運勢を生かしやすいと思います。ではよろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ジャッジメント、ソードの4、カップ6、カップページ逆、ペンタクルスページ逆、ワンドの6逆、ソードの9逆。はい、気をつけることや対策がペンタクルスの10逆、そしてソードのページ、オラクル見ています。ワンドの9逆です。なるほど、とにかくなんか準備中って感じがしますね。準備中、なんかね、何でもそうですけど、お店でも開店準備中とかってこうね、ドアは閉まっているけれどもお店の中ではもう開店する準備がわーって行われてるみたいな感じがしました。あらゆる可能性っていうものが自分の中にこう湧き上がってきてるんだけれども、ただ表面的にはちょっと準備しますみたいな感じで止まらされてるとか、そんなこともあるかもしれませんね。星の解説ではですね、3月2日から金星が逆行してますよっていうふうに言ったんですけども、金星って結構お金のことだったり社交性だったり愛情というものを示すんですね。でそれらに対する誤解が生まれやすいので注意してくださいっていう時になります。特に魚座の皆さんにとっては金星っていうのは自分のお金とか自分の価値っていうところにあるので、自分の価値を見失わないようにこう他者が自分の不安を埋めてくれるぐらい何か明らかにしてくれるのではなく、単に自分の心が疑いやすくなってたり、自分というものに価値を置けないからこそ他者に埋めてもらいたくなったりっていう、そういう傾向になりやすいだけなので、決してそこに本当に愛が失われてるわけでもないし、お金も失われてるわけでもないので、変にねこう心配しすぎたりとかせずにお過ごしくださいね。例えばですけど、水星も3月15日以降逆行しますが、これもまた魚座の皆さんにとっては自分の価値とかお金っていうところにあるので、おそらくこれから何をしてお金を稼ごうかとか、これをしたらこれぐらい入るっていうような、そういったこう計算っていうものが予測通りいかないとか、もしくは自分がそういう想定を今立てにくいっていうのがあるのかもしれません。実際計画を立てたりとか何かにチャレンジをしていくっていうのはとてもエネルギー的にはいい時だし、何かやりたいっていうのがあるんですけど、こう実際にそれがその通りにいくかって大抵その通りにいかないですよね。そういった意味で予測が立てにくいんだろうなっていうふうに思います。ということは、普段これぐらい毎月使えるよっていうお金があったとしても、それ以上のことに必要なものが出てきたり、もしくは全然それ以下だったりっていうことで見通しが立ちにくいって一つ思っておいてくださいね。そして、カードで見た時に入り口がねジャッジメントなので、何かやはりもうこの太陽星座がね魚座に入ってきたということで、魚座の皆さんは誕生日を迎えている方もどんどん増えてらっしゃると思うんですよね。おめでとうございます。でそこから新しくなろう、新しい自分になろうということで、何か自分にとっていいことを何かされてるんじゃないでしょうか。何か一つ自分にとっていいことを決めてそれに取り組んでるって方が多いんじゃないかなというふうに思います。なんか自分のために何かを努力するっていうのはすごくいい時で、それをスッとできる時なので、例えば朝早く起きようでもいいし、お水いっぱい飲もうでもいいし、日記書こうでもいいし、何か簡単にすぐできることを自分のためにやろうっていうものがあり、でもしくはちょっと思い切って何かの検査を受けてみるとか、ちょっと今まで棚上げにしていたことに頑張って取り組んでますよっていう方もいらっしゃるのかなっていうふうに思います。それによって自分が何かから復活するための行動をとってるって感じがするんですね。なのでそれはとてもいいことなんですけど、その結果が出るまでのしばらくの間の準備期間なのか、なんかもうドアは開いてるって感じなんですよ。その新しいことや自分にとってプラスになる、自分の人生にプラスになることをするためのドアは開いてるんだけど、本当にそのドアを抜けて歩いていくための準備っていうのがまだもう少し時間を置かなければならないって感じがしたんですね。やっぱりここにソードの4っていうのが出ていて、ちょっとこう時間がないみたいな感じがするんですよ。時間がないっていうのは時間に追われてわーじゃなくって、
時間という流れを感じにくい生活っていうのかな、そんな感じなのかもしれません。例えば本当に外に出て何か活動されている方でしたら、朝とか昼とか夜とかっていうのは体感で感じやすいですけれども、ずっと窓を閉め切った部屋の中にいると、今朝なのか夜なのかわからないとか、何かに自分が集中してるからこそその時間の経過っていうものが分かりにくい中で生活してらっしゃる人もいるのかなっていうふうに思いました。皆さんがそうではないと思いますけど、例えば何か治療を受けて、その治療が良くなるまでは普段の生活からちょっと離れているっていうところで、いつもと違う時間軸みたいなのがある感じがします。でもすごくその時間軸の中で過ごすことによって何かが整う感じがするんですね。やっぱカップの6にカップのページっていうことで、やっぱり自分の中で自分のためになることをやって、その時間を確保しているって感じもしますし、でここからですね、さらにペンタクスのページということで、さらに一歩神聖な一歩を踏み出してますみたいな感じがあるんですね。全体を通して実はページというカードが3枚も出ていて、ページっていうのは物事の起承転結の起っていう始まりっていうところがあるので、あらゆる可能性が出てきてるんですね。あらゆる可能性を持った人物が現れてきてるって感じなので、今魚座の皆さんはそうなりつつあるっていうことだと思うんです。いろんな可能性、自分の感情もだし、何かを生み出す力もだし、何かを流していく力、発信していく力とか切り開いていく力っていう、それぞれがうまく絡みながら育っていってるんですけれども、実際にそれを出してるかちょっとまだ出してなくて、さっき言った時間軸のない空間の中にまだいる感じがしていい流れの中にはいるんですけど、もう少し時間を置かなければならないって感じがしました。星で見てもそうなんですよね。実際ね、誕生日迎えましたってなったら、やったー誕生日から流れ変わったよっていうことでパーンって変わる方もいらっしゃるんですけど、大抵は何が変わったのか分かんないなっていうような感じで、後になってからあの時からそういえば始まってましたねっていうふうに感じる感じなので、今ご自身がすごく、どういう運勢の中にいるか分からないっていう方も多いかもしれませんね。そしてここからですね、やっぱりワンドの6ということで、無理に物事を進めないようにしてください。例えばまだ自分の体がそこまで整っていないのに、もうやらなくちゃいけないからやりますみたいな感じでやると、足りてないエネルギーのまま何かをやるっていうと 100% こなせないのが当たり前なので、それに対してやっぱりこなせなかったとか、やっぱりしんどいなみたいに自分にまた烙印を押しそうな感じがあるんですよね。で本当にみんなで気をつけましょうねって言いたいのが、自分の価値を見失わないっていうのは本当にこの時期気をつけたいところなんです。3月2日からね、毎日自分がポジティブになるアファーメーションも言いたいぐらいなんですけど、そんな中でなおかつ何かをちょっと保留にしてるとか、自分の体とか何かが時が満ちるまで待ってるっていうこの状態で何かをやろうとすると、100% のエネルギーじゃない状態でやってしまって、結局 100% にならない。でそれに対してまた自分で落ち込むみたいな感じがあるので、無理をしないということです。あくまでも 60% なら 60% のエネルギーでいいじゃないって、 60% できたらいいじゃないっていうふうにしておいてくださいね。やっぱりオラクルがバンドの9なんですね。でこのバンドの9に描かれている人っていうのは結構足を怪我していたりとか、何か体を治療中みたいな感じがあるので、本当は治療に専念してもらいたいところなんですけど、でもせめて何か役に立ちたいって言って、何か自分も頑張りますっていうことで門番をしてる人なんですけど、そんな感じで今の魚座さんってもしかしたら自分の治療とか自分をヒーリングするとか自分を癒すっていうことが一番大事なんだけど、でも何かやらなきゃいけないよねっていうことで無理やりやろうとする。でそれによってでもうまくできてないっていうことをまた自分で責めそうになるって感じがあるので、とにかく無理をしないということです。そして忘れないでねって言われているのは、十分満たされた環境、仲間、経済も含め満たされている豊かさっていうのはありますよっていうふうに言われている気がしました。今ので通じましたでしょうか。ちょっとこれを踏まえてお仕事を見てみますね。お仕事、カップの10、そしてストレングス、
戦車ということで、前回までなんかあんまりこう仕事に気持ち入りにくいなみたいな感じがあったと思うんですけど、今仕事の喜びっていうものをすごく感じられるみたいです。どうですか？こうあえて今何かこうちょっと異空間にいるような感じがあり、時間軸のない世界観にいるような感じがあるからなのか、あえてやっぱり仕事ってありがたいなとか、仕事を通してあらゆる世界っていうものが繰り広げられてるんだなとか、やっぱり仕事という役割を通して自分の力っていうものが育ってるなとかっていうふうな感じですごくポジティブなエネルギーがめちゃくちゃ強いです。戦車にストレングスにカップ10ってすごくいいんですね、このお仕事に関して。ですから今ご自身が担ってらっしゃる仕事とか役割とか何かそこからすごい恩恵があると思います。気づくこともあるし、ありがたいなって思うこともあるでしょうし、それによって自分の力がさらに復活するみたいな、そんな感じがあります。ではちょっと人間関係を見てみたいと思います。人間関係、ワンドの7、ワンドエース、ソードのキングということで、人間関係って見た時にちょっと不思議なんですけれども、魚座の皆さんの立場は守れますよっていうふうにすごく言われていて、なおかつ魚座の皆さんってすごく優しくて、なんていうのかな、慈悲深い方が多いかと思うんですけれども、なんかあえてここはなんかキリッとした自分の中の正当性とか正義っていうものをちゃんと前に出して人と関わっていって大丈夫ですよって、その方がうまくいきますよっていうふうに言われています。ワンドのエースとかワンドの7っていうのは非常にこうたくましくて、自分の力で生きていきますとか、自分の力でちゃんと自分を保っています、自分で自分をちゃんとコントロールしていますみたいな、そんな感じがあり、でなおかつソードのキングっていうのはこう真正面を見据えてちゃんと正直に生きていきますみたいな感じがあるんですね。でそれが人間関係のところで出てるということは、やはりなんか自立しようとしてるっていう感じがすごくするんです。人間関係を見てるんですけど、自分というものを誰かに依存することなく自分が自立しようとしている。でその中でその中で芽生えてくる強さだったり正当性だったり正義っていうものが他者との関係も良くしていくよって感じがしたんです。でちょっと話戻りますが、3月14日が月食なんですね。でこの月食っていうのは乙女座の皆さんにとっては対人関係のところで起きるんです。ですから非常にこう自分と他者っていうものを強くこう意識することがあったり、他者を通して自分を知ったり、いい意味で感化されたり刺激を受け一緒ですね、刺激を受けるっていうことがありそうです。お仕事を通してこれだけその豊かな感覚っていうものがあるので、人を通してもなんか誰かとすごく感情をシェアして楽しいですねっていうよりは、自分というものをしっかり保つ、独立してるみたいなね、こう自分の個性というか自分らしさというものを自分で認めていくみたいな感じかもしれません。自分が独立してる、自立してる自分というものを感じていくことが他者とのいい関係を結ぶなって感じがすごくしました。どうでしょうか。何か分かりましたよって方はぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。最後にもう一枚オラクルカード引いてみましょう。はい、どうですか。このカード初めて出ましたね。このカードを見て何かしら感じることがあれば、皆さんもご自身の直感を使ってメッセージを受け取ってみてくださいね。マインドフルネスということで、すごくこう穏やかな平和に満ちた今でいるっていう感じかな。静かで平和に満ちた自分でいるっていう感じ。いいですねこれね。なんかこう一致します。変に人ってこう何か生産的にならなくちゃってこう焦ったりとか、何も生産的なことしてないみたいな、今日はダラダラしちゃったみたいな日もたくさんあると思うんですけど、それを責めがちですけれども、この3月前半の魚座の皆さんっていうのはすごくこうね、太陽星座が魚座に入ってきて光も届いてるし、何か新しい可能性というものが出てきて、それを体現しようとしてるんだけど、生まれるまでのもう少しの間、もしくは整うまでの準備期間というものは静かにゆっくりと過ごしてねみたいな、そんなメッセージだと思いました。はい、ということでここまでにしておきます。今回も最後までご視聴ありがとうございました。またすぐにお会いしましょう。失礼します。